こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は労働時間管理の原則に対する例外として認められている事業場外みなし労働について解説をしていきたいと思います。導入をされている会社も多いかと思いますけれど、非常に誤解が多くトラブルが生じやすい制度の一つとなっておりますので、こちらを解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは働く上での原則としての労働時間管理。こちらの原則と例外についてまずは見ていきたいと思います。そして例外の一つとして認められている事業場外みなし労働ですけれど、この導入の条件、そしてよくある間違い、勘違いについて解説をしていって、この事業場外みなし労働、よく人によっては働かせ放題という表現を使う方も多いかもしれませんけれど、そういうわけではありませんので、その内容について、また事業場外みなし労働、新型コロナウイルス感染症流行後、テレワークというのが急速に普及をしましたけれど、では、テレワークで事業場外みなし労働を導入している会社も多いかと思いますが、テレワークの場合はどうなのか。そして、この事業場外みなし労働を導入をする場合、会社として何をチェックしなければいけないのか、確認をしなければいけないのか、といった点について解説をしていきたいと思います。まずは、人を雇う上での大原則としての労働時間管理ですけれど、原則というのが定められています。もちろんですね、法律で定められた労働時間の限度というのは1日8時間。1週間40時間の労働という形になります。そして、お休みに関しては、法律で定められた休日として、1週間に少なくとも1回というのが原則になります。また、労働時間、時間外労働ができないというわけではありませんが、その場合は、サブロック協定の提出と割増賃金の支払いが必要となってきます。ただ、そうは言っても1日8時間、1週間で40時間では、自分の会社の従業員の働き方にそぐわないというケースも出てくるかと思います。そのような場合は例外というのが求められておりまして、変形労働時間制と言われるものとみなし労働時間制、大きく2つというのが例外で認められています。変形労働時間制については仕事の範囲や特殊性を考えた上で導入が認められているもので、会社の中でだいたい 60% ぐらいが変形労働時間制を採用していると言われております。そのうち1ヶ月単位に関しては全体の 25%、1年単位は 32%、そしてその他にですね、1週間単位であったり、フレックスタイム制というのがある。また、みなし労働時間制というのもありまして、こちらは労働時間の管理が困難な職種の場合に認められるものになりまして、事業場外みなし労働、そして専門業務型、企画業務型といった形で例外が認められています。今回は労働時間管理の例外としてのみなし労働時間制の事業場外について解説をしていきますが、こちらは全体の会社の中でだいたい 12% ぐらいが導入をしているというふうに言われておりますが、ではこの事業場外みなし労働について導入の条件について見ていきたいと思います。大きく3つ条件があります。まずは労働者が事業場外でその業務の全部または一部を行うことということ。そして2つ目は使用者の具体的な指揮監督が及ばないこと。そして3つ目が労働時間の把握が困難であることという形になっております。その上でですね、導入をしてあらかじめ取り決めた時間を働いたとみなす制度というのが事業場外みなし労働という形になりますけれど、まずは、労働者が事業場外で業務に従事をしているという場合ですけれど、外回り営業をしていれば事業場外みなしの対象になるよね。テレワークをしていれば事業場外みなしの対象になるよねと安易な考えをお持ちの方も多いかもしれませんが、そうではないということ。また、使用者の具体的な指揮監督が及ばないということですけれど、チャットや電話で随時業務の指示報告をさせている場合、GPS や業務アプリで行動管理をしている場合、
また、日報や行動予定表で細かく管理をしている場合、この場合には指揮監督が及ばないにはなりませんので注意が必要。また、労働時間の把握が困難ということですけれど、まずは大前提として労働時間管理をしなければいけないということで、令和6年度の監督指導結果を見ると、全体の 15% ほどが労働時間管理が不適切という指摘を受けております。また、労働時間の把握が困難だから、労働時間制を使えば残業代は不要だよね。また、就業規則に書けば適用ができるですとか、労働者が合意をすれば導入ができる。こういった誤った認識もあるかと思いますので、そうではないという点に注意が必要です。では、この事業場外みなし労働時間制働かせ放題だという方もいるかもしれませんけれど、そうではありません。もちろんですね、労働時間の把握が困難な業務ですけれど、労働時間算定のルールというのはあります。事業場外で業務を遂行するために通常必要な時間、いわゆる通常必要時間というのを定める必要があります。これを定めた上でですね、法定労働時間を超える場合には割増も必要です。休日労働の場合は、もちろん休日手当も必要。そして深夜を行った場合は深夜割増というのも必要。また年少者ですとか、妊産婦に関しては規制もあるという形になっております。またですね、外勤と内勤の組み合わせ。内勤を行った場合は労働時間の把握ができますので、通常必要時間に加算をされるという点も注意が必要です。そして、通常必要時間、どのくらいかと言いますと、その業務によって、人によって差が出るかもしれませんけれど、その場合は平均的な時間を設定をしていただくという形になっております。ではですね、テレワークの場合はどうなのかというと、テレワークをすれば無条件に事業場外みなし労働が適用できるかというと、そうではないという形になりまして、事業場外みなし労働をテレワークで適用する場合の条件として3つ挙げられております。業務自体が居所、寝食等を私生活を営む自宅で行われるというのが大前提。そして、その上でですね、使用者の指示により、常時通信可能な状態に置くこととされていないことということで、常にカメラで監視をしているといったような場合だと、事業場外みなし労働の条件を満たさないと。またですね、業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと、これらの要件を満たすことで、原則として事業場外みなし労働が適用されるという形になっておりますので、例えばですね、自宅であっても仕事をする専用の部屋、個室が確保されている、私生活との混在がしない場合、かつですね、具体的な指示を出しているといった場合にはですね、労働時間の算定がしがたいとは言えないと判断されますので、テレワークが認められない可能性がありますので注意が必要です。従いまして、テレワークをしていると業務をきちんと行っているかどうか不安だということからですね、常時接続といった部分もありましたが、そのような場合は事業場外みなし労働には該当をしないということに注意が必要です。そして最後に注意点、そしてチェック点ですけれど、事業場外みなし労働というのは、うちの会社で使えるかという判断ではなく、現在の働かせ方が今の労働時間管理と合っているかどうかを見直すというのが必要になってきますので、労働時間管理が把握ができないといった場合には、このような労働時間管理の制度を導入をするというのがいいかと思います。また、多いのが出張時みなし労働とする場合ですけれど、出張だから必ずしも事業場外みなし労働が適用できるというわけではありません。まずはその実態ですね。具体的な指示、労働時間管理ができるのかできないのか、そういった部分を判断をした上で導入を検討してほしいと思います。そして、その上でですね、事業場外みなし労働での労働時間ですけれど、こちらは通常業務に必要な時間となっておりますが、それが所定労働時間内である場合は、所定労働時間、労働をしたとみなすという形になっておりますが、所定労働時間を超える場合は、労使協定の有無によって変わってきます。労使協定が
ない場合は、業務遂行に通常必要とされる時間ということで、おおむね平均を使うかと思いますが、労使協定がある場合には、労使協定記載の時間に従うという形になります。またですね、8時間を超える場合には、その協定については、労働基準監督署へ届け出が必要となりますので、注意が必要です。では、自社ではどうしたらいいのかと思いましたら、この制度の内容の対応ですね。こちらは会社の規模、業種、状況によって変わってきますので、対応を検討してみたいですとか、自社の場合はどうなるのかといった気になる点があればですね、お気軽にご相談をいただければと思います。まずは情報収集からして、スタートをしてみていいかと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。